こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は暑い夏に万博に行く時に絶対に必要な持ち物を紹介します。梅雨も明けて夏本番に入って暑さが本当にやばい。万博での一日を楽しみたい人は必見です。それでは行ってみましょう。 Here we go。 さあ、梅雨明けした7月に万博に行ってきました。いやー、本当に暑かった。実際私たちが暑さ対策のために準備したものも含めて、夏の万博を楽しむためのアイテムを余すところなく紹介しますね。まず一つ目はマイボトルです。ただのマイボトルじゃないですよ。まず家でこの中に氷を入れれるだけ入れます。この氷をどれだけ残すかが大事です。私たちが何個か水筒を持っていった中で、やはりサーモスの水筒は最後まで氷が残っていました。でも飲み物がなくなったらどうする？そんな時重宝するのがウォーターサーバー。会場内に32カ所あるみたいで、無料で水を補充できます。ただ大屋根リングの下は結構並んでいることが多いです。比較的少ないのは大屋根リングの外にあるウォーターサーバーだと思います。この地図を参考にして熱中症にならないように水分補給しましょう。2つ目は凍らせたペットボトルです。中身はスポーツドリンクがおすすめです。しっかり凍らせていくと、まずは氷のう代わりに体を冷やす道具として使えます。そして飲んだ後はウォーターサーバーで水を補充すれば冷たい飲み物が出来上がります。マイボトルと組み合わせるとより長持ちしますよ。カバーをつけると氷が溶けにくくなりますね。なければタオルを巻いて輪ゴムで留めるとかなりの保温性ありますよ。3つ目はハンディファンです。パビリオン並んでいる間ってやっぱりめちゃくちゃ暑いんですよ。周りに人も多いんで余計に暑かったりするんで。しかも並んでいるところが日陰とは限らない。そんな時にハンディファンはめちゃくちゃ重宝します。しかも今って冷却プレートなるものがついているハンディファンが主流になっていることをご存知ですか？これはめちゃくちゃいいですよ。氷のう代わりになるし、出てくる風も冷たいって最高です。4つ目はクールリング。これもあるのとないのとでは全然違いますよ。首って太い血管が通っているので、ここを冷やすのって暑さ対策には効果的なんですよね。しかも今結構値段も手頃になってきているのでお買い得ですよ。5つ目は冷感タオル。やはり汗はかくのでタオルは必要。でもただのタオルではなく冷感タオルがおすすめです。汗を拭くたびに冷たく感じることができますよ。6個目は汗拭きシート。汗をかくとやっぱりちょっとベタつくんですよね。そんな時に汗拭きシートがあるとめっちゃさっぱりさせてくれます。首や腕などを少しひんやりして気持ちいいですよ。これは必須アイテムです。7個目は日傘。日傘って邪魔にならないって思いますよね。でも行ってみたらわかります。大半の人が日傘差してます。パビリオンに並んでいるときはスタッフの人が貸してくれたりもするんですが、やっぱり移動中も必要なんで持っていきましょう。日傘は完全遮光のものがおすすめ。私たちはサンバリア100の日傘を使っていますが、全然厚さが違いますよ。8個目は日焼け止め。朝に塗ったから大丈夫って思っていると、昼頃には薄くなってきているので塗り直しできるように持っていきましょう。特にパビリオンに並んでいる時って日陰はないし、日差しがきついとかなり日焼けします。若いから大丈夫と思わずに、男性の方も塗った方が体力的にも絶対楽ですよ。9個目は折りたたみチェア。これは4月5月に万博に行った時にはそれほど見られなかった光景でしたね。
この折りたたみチェアを持っている人がかなりいました。確かに長い時間待たないといけないパビリオンではかなり重宝しそうですね。ベンチもあることはあるんですが、正直日陰でないと暑すぎて使えない。そうなると日陰でマイベンチを作る方が確実ですね。10個目は帽子。日中は帽子があった方が絶対いいです。特にお子さんは必須アイテムです。日傘もありですが、荷物になるのと人が多いので正直危ないです。並んでいる時に日傘を貸し出ししてくれる親切なパビリオンもありましたが、熱中症対策のためにも帽子を持参しましょう。11個目はサングラス。実は目も日焼けするんですよね。一日中会場にいると疲労度もかなり変わります。天気のいい日に訪れる際には持っていった方がいいですよ。12個目はモバイルバッテリー。これは絶対必要。特に写真や動画をスマホで撮ろうと思っている人は途中でバッテリーがなくなる可能性大です。何が問題って、予約しているパビリオンに入るのに入場チケットの QR コードが必要なんです。ということは、スマホで表示できないとパビリオンに入れないってことにならないように準備しておきましょう。一応入場チケットの QR コードは印刷して持っていくと安心ですね。でもショップでの買い物も現金が使えないので、スマホ決済が使えないと困りますよね。帰りに電車やバスを利用する際にスマホの充電がないと思うとゾッとしますね。13個目はお菓子。お子さん連れでなくても持っておきたいのがお菓子。やっぱり疲れてきた時にちょっと甘いものが食べたくなる時ってありますよね。並んで待っている時にちょっと食べたり、少しベンチで休憩する時に持っていると嬉しいですよ。あ、これからの時期、チョコは危険ですよ。14個目はゴミ袋用の袋。小さめのゴミを入れる袋を持っておくと便利です。おやつを食べた後のゴミだったり、お店で食べ物を買って食べた後のゴミだったりと、近くにゴミ箱がない時に重宝します。重いものでもないので 2,3 枚入れておきましょう。15個目は目薬。意外と思われるかもしれませんが、目薬を持っておくと安心。風が強い時や日差しが強いと乾燥するので、目薬があれば快適。特に風が強いとホコリが目に入った時にも回復できますよね。カバンに1個入れておいてください。16個目はキャッシュレス決済。万博は基本的に現金が使えません。なのでキャッシュレスの支払い方法が必要になります。先日私たちがイタリアンジェラートを買うのに並んでいた時に、前に買っていた高校生はイコカで決済していました。日頃現金主義でキャッシュレス決済なんて使ってないって人は気をつけましょうね。17番目はスタンプパスポートか手帳。大阪万博会場内にはなんと200個を超えるスタンプがパビリオンやイベント会場にあります。それを押して集めるだけでも結構楽しい。子供はもちろん大人も楽しめますよ。しかもスタンプのクオリティがかなり高いので、めちゃくちゃいい思い出になります。自分の手帳やスタンプノートを持参するのもいいと思いますし、公式のスタンプパスポートを買ってそこに押していくのもいいですね。公式のスタンプパスポートを使いたい場合は、事前にオンラインショップで購入すれば当日朝から使えるし、朝にショップに買いに行く時間を有効活用できます。朝一って予約なしで並んで入れるパビリオンもあるので、このゴールデンタイムをパビリオンに使ってくださいね。18番目は雨具。
晴れた日に万博に行きたいところなんですが、事前に来場日を決めてパビリオンも予約しているので、雨だからって日程変更が簡単にできるわけじゃない。雨が降るかもって時には、レインコートをおすすめします。傘が楽でいいんですが、先ほどもお伝えしたように万博会場は風が強い日が多い。そうなると、傘はあまり意味がなくなりますし、めちゃくちゃ大変。開幕日の4月13日がまさしく雨と風で会場内はえらいことになってましたよね。なので、レインコートの方を強くお勧めします。19番目は、入場チケットのスクリーンショット。入場チケットの QR コードは、予約しているパビリオンに入るときにも提示が必要なんです。なので、結構使う。その度にアプリにログインして、チケットのページを開けて、人数分のチケットを表示してって結構面倒。なので、あらかじめスクショしてお気に入りに入れておけばスムーズに提示できるので楽ですよ。バッテリー切れなどの心配がある場合には印刷して持っていくとなお安心ですね。20番目はアルコールシート。万博会場で美味しい食べ物を買って食べるときやおやつを食べようと思ったときにすぐに手洗い場がないってこともよくありますよね。なのでアルコールシートを持って行っておくと便利ですよ。21番目はエコバッグ。レジ袋の配布がないのは万博内のショップも一緒。万博でエコバッグを買おうと思っていない人は家から持参しましょうね。22番目は紙の地図。アプリにもマップ機能があるんですが、あえて1枚紙の地図をおすすめします。理由は、まず自分に必要な情報が載っている地図が作れるから。例えば、予約が取れているパビリオンの時間を記入しておくと便利だし、食べたいものを地図上に書き込みしておくとわかりやすい。実は、X で万博地図と検索すると出てくるんですが、めちゃくちゃ見やすい地図を公開してくれている人がいるんです。各パビリオン名はもちろん、予約のみ、自由入場、先着順などの情報まで書いてくれてる。これがいつ役立つかというと、予約のみとなっていると並びに行っても入れないことがほとんどですし、逆に先着のみってところは並べば入れる。つまり今いる場所の近くでどこが入れる可能性があるか探しやすいんです。食べたいものも今いる場所から近いものがどこなのかも分かりやすいので、ぜひ自分オリジナルの地図を作って持って行ってくださいね。あと1回目に地図を持たずに行った私たちが感じたことは、公式アプリは毎回ログインを求められるので意外と手間です。あとバッテリーも節約できますしね。以上が7月に万博に行ったリアルな体験を元に作った夏の持ち物リストです。これを準備しておけば万博がもっと快適に楽しくなるはず。忘れ物がないように前日にもう一度チェックしてみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。まだまだ出し切れていない情報がたくさんあるので、チャンネル登録して今後の動画もぜひチェックしてくださいね。この動画が少しでも面白かった、役に立ったという方は高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。